はい、ジープのね、筆塗り企画に続いて、今回はね、タミヤの72分の1のゼロ線ですね。32型になります。こちらを、チョイスしました。で、今回はね、まあ、大まかにはね、タミヤのね、指定色のカラースプレーで塗装して、細かい部分もね、筆塗りで塗っていきたいと思います。で、一応ね、特徴としては、32型ってね、この翼のね、長さが短くなってるんですよね。で、形としてはね、本来52型とかだとこの丸みを帯びてるというか丸くなってるんですが、32型だとね、この両側がこう、翼がね、四角になってるんですよね。この箱絵を見ていただくとわかるんですけど、四角の翼になってます。で、一応ちょっと中身の方を確認していくんですが、部品的にはね、そんなに多くないんですよ。で、72分の1なんで、このサイズがね、比較的小さいんですね。で、例えば、翼のこの長さを測ると、多く見てもね、16センチぐらいですかね。で、これ胴体になるんですけど、胴体もね、多分カウルを入れてもね、多分12、3センチぐらいですかね。非常にね、スケール的には小さいモデルになってます。で、コックピットとかは一応作ることになるんですけど、中にね、搭乗員とかのフィギュアがついてないんですね。なので、もうストレートでね、組んでしまうとね、そんなに多分時間かからないですし、唯一ね、制作の上で手間になるのが、キャノピーのね、このマスキングですね。これが多分一番ね、難関というか、ちょっと手間のかかる作業になると思います。で、ランナーはまず2つあって、で、それぞれに部品くっついてるんですが、点数的にはほんと少ないので、比較的ね、簡単にできると思います。でですね、実際ね、見てみるとね、モールド自体は結構で細かく入ってると思うんですけど、やっぱりね、リベットとかね、そういったものが、比較的省略されてる感はありますね。大きいパネルとかに入ってるのはね、リベットが打ってあるんですけど、こういうね、表面の小さいね、パネルのところにはリベットは入ってないですね。で、あと機体のところにもリベットは入ってませんね。で、凝ってしまうとね、追加リベット入れたりとかするんでしょうけど、ちょっとストレートで組みますので、今回はね、このまま仕上げることとします。で、あとデカールですね。水転写デカールの方が入ってます。で、あとカウルか。カウルの部品がこちらにございます。で、ですね。そうだ。あとね、ポリキャップもね、ついてるんですよ。で、これプロペラをね、差し込むためのものですね。で、あと、インストですね。で、それと一緒に、これね、実機の解説ですね。実際の、これ別に32型に特化してるわけじゃなくて、ゼロ線をね、全体的に、どういう歴史をたどってって、どういう活躍をしてったっていうのがね、書いてあるね、
資料になります。で、実際ここから、21型から始まって、こういう風にモデルチェンジしてますよって、最後ね、52型ですね。まで、特徴をね、こちらの方で説明してます。実際まあ読んでみるとね、結構勉強になることもあると思うんですけど、まあ制作のね、過程の上で、実際本当に、必要になるところっていうのは、まあそんなには書いてないかなっていう感じはしますね。はい。じゃあ早速作っていきますか。まずはね、インストですね。インストールマニュアルをよく確認しましょう。で、組み付けのね、手順をもうよく頭の中に入れた上で、タミヤのね、製品に関して言えば、作るときにね、同じ機体で、どのタイプで作りますかっていう選択が、まあ大体できるようになってるんですよね。で、例えばですけど、対南航空隊所属と第二航空隊所属機のこの2つのどちらか選ぶか、もしくは大分海軍航空隊所属機っていうのを選ぶ。この差の間がすごく大きくて、この上の2つに関しては、この機体のね、色がね、AS29 っていう指定の色番号を使うんですね。で、こちらの番号が、配緑色っていう色を使うんですけど、いわゆるね、この箱絵で描かれてるこの色なんですよね。で、これに対して大分海軍航空隊所属機っていうのが AS21 っていう色の番号を使うんですけど、こちらがね、暗緑色2っていう、これね、いわゆるね、皆さん大体イメージしてるこのゼロ線のこの緑色の色なんですよね。で、今回はね、一応ちょっとゼロ線らしい色に仕上げたいので、こちらのね、大分海軍航空隊所属機ですね。こちらの色の方を選んでいきたいと思います。大体ね、飛行機モデルって最初にコックピット作るんですよ。で、コックピット作ってから、今度機体のね、コックピットが入るところの内側の塗装ですね。で、それが終わって、実際にこの機体がね、右と左でこう貼り合わせになるんですけど、でこのね、貼り合わせてしまうと結局中が塗れなくなってしまうので、一応手順的にはコックピットを作って、この機体のね、左右の側面を塗装して、で機体をくっつけてしまってから、機体全体をね、もう形として作ってしまった後に、こうやってね、機体の全体を塗装するようになります。で、あとね、ランディングギアとか、キャノピーとかもそうなんですけど、その他ね、他にも細かいところ結構塗らないといけないところあるんですけど、そういうのは、後からね、くっつけるときに、部品を取り付けるときにね、一緒に同時にこう塗装していくような形になります。とりあえずね、流れ的にはそんな感じですかね。じゃあ早速ね、コックピットの方を作っていきますか。結構いろいろあるな。A の40でしょ、まず。A の40でしょ。で、E の6。これコックピット自体がね、やっぱ小さいからね、部品一つ一つがものすごく小さいですね。今ね、ちょうどケーキのところ作ってるんですけど、いや、これほんとちっちゃいんですよね。で、これちょうどね、機銃の部品を今つけたんですけど、これね、部品すごい小さいんで、もちろんピンセットもいりますけど、私もね、結構ね、老眼なんですけど、これはね、ちょっと虫眼鏡とかがないとね、もうどうにもならない小ささですね。で、あと一応こちらに、座席の方もね、作り終わりました。で、続けてやりますか。
どうだろう、くっつけるのか。にくっつけると。で、これがこうなると。ちょっともう切り落としちゃったんですけど、ここはアンダーゲートが入ってるんですよ。で、こちらもですね。で、ここってランナーがこっちからこう入ってるんですけど、それがこのね、合わせ面の本当にこう合わせのところにね、プラスチックのこの何ですか、ランナーがここにつながってるんですよね。要はこうつながってるんですけど、でランナーをこっちから切っちゃうんで、結局ここのところにねこう残っちゃってるんですよね。つまりこっちの方がいいかな。こんな感じで残ってるんですよ。で勘違いしやすいのが、実はこれね、これランナーじゃないんですよ。これこのちょうど合わせをつけた時に反対側がね穴開いてるんで、つまりこれダボ穴なんですよね。でこれ間違ってアンダーゲートだと思って処理しちゃうと、位置決めするのに大変になっちゃうんで、実際ねちょっとよく見て、そこがね処理していいところなのかどうかはね、きっちり見極めた方がいいですね。だこう処理しながらね、一回ね部品をこうちょっとなんか途中で一回合わせながらやった方がいいですね。そうしたらそれが削っていいものなのかどうかが一目瞭然で分かりますんで、大丈夫だな。こんなもんですね。こんな感じかな。なんで今ね機体の処理をしてるかというと、部品をねもう今このタイミングでいろいろちょっとくっつけていきたいんですよね。この辺のねこのちっちゃい部品とかねここにつくんですけど、これね一緒にねもう塗装の工程をわーっと一気にやりたいので、コックピット周りのねつけられるやつはもう一通り今部品をねつけてます。でこれとかね、これ多分ねスロットルだと思うんですけど、すんげえちっちゃいんですよね。でねなくしちゃうとこれ結構分かんなくなっちゃうやつだから、ほんとね気をつけて作業しましょうね。ほんとこれなくなっちゃうと絶対出てこないですよ。いやー細かいねこれ。タミヤの製品ってやっぱすごいなと思うのが、こんなスケール小さいのにこういうねスロットルレバーとかね、こういったところの再現をね絶対はしょらないんですよね。でちょっと私何のケーキだかちょっとわかんないんですけど、このスロットルの上のところのケーキとかもねなんか別につけててもそんなわかんないような感じするんですけど、でもこういうところがやっぱりねタミヤってすごいなと思いますよね。このね作ってる感覚はね、船でいうとね700分の1とかの、そうだな、なんかヤマトとかねああいうの作ってるのと一緒の感覚かな。なんかね複方の細かいのをねなんか無数に作ってる感覚になんか似てますね。じゃあ一応ね一旦これ塗装の工程入る前にサフェーサーをね吹いていきたいと思います。
エンジン周りもね、この間に作ってしまいましょう。で、この間にね、ポリキャップを入れないといけないんで、これですね。2つ入ってるんですけど、実際に使うのは1つだけで大丈夫そうですね。で、これを、最初のね、エンジンのこの中に押し込んでおくと。で、その上から次のエンジンを、入れると。こんな感じで大丈夫だね。これ中にね、こう切り欠きがあるんですよ。で、これをよく見ながら切り欠きに合わせてくっつけます。はい。はい、今回もね、筆塗りに関してはアクリルのね、トリオの方を使っていきます。機体のね、内側と、あとコックピットはね、全体的に、XF の71ですね。こちらの方で塗装していきます。あまりね、厚塗りすることなくね、薄くですね、何度も重ね塗りをね、するようにして塗装をしていきます。
塗装はね、一応一通り終わったかなって感じしますね。エンジンカウリングの、この中身の部分ね、一応ね、塗っといたんですけど、これこのエンジンの本体の上にかぶっちゃうので、裏側はね、まあほぼ見えなくなるとは思うんですけど、一応隙間からね、なんかサーフェイサーの下地みたいなところが見えちゃうと、なんかちょっといまいちイメージが良くないと思ったので、一旦ね、とりあえず塗っておきました。はい。で、あと、コックピットと、機体の内側なんですけど、説明書で言うとね、インスト通りですと、この後ろのね、尾翼のところも、機体色、あと、機内色ですね。XF の71で、一応塗るね、指定になってますので、ここも忘れずに塗りましょう。あとね、取説にも記載されてるんですけど、この部分ね、こっちもこの部分ね、一応切り取るような指示になってますので、ここも忘れずに行ってください。で、あとね、コックピットは、ちょっと墨入れの方をやってみてね。で、最後にね、デカールを貼り付けて完成としましょう。墨入れはね、こちらの墨入れトリオブラックですね。こちらの方を使っていきましょう。これね、一応ね、使う前にね、ちょっと一回攪拌した方がいいですね。結構下にね、溜まってることがあるんで。本来ね、ラッカーの塗装やってからなんで、アクリルのね、上からね、ちょっと綺麗に塗るかどうか不安なんですけど、あんまりいっぱいつけてね、今度このエナベルのね、溶剤を取るときに、アクリル系のね、塗料を使っちゃってるんで、一緒にね、剥がれていっちゃう、塗装がね、落っこっていっちゃう可能性もあるので、あんまり大胆につけない方がいいですね。本当必要な箇所だけつけていった方がいいと思います。ラッカー系だったらね、まあそんなに落ちることはないんですけど、ちょっとね、アクリルの塗装だとエナメルの表面に弱い、エナメルのね、溶剤に弱い可能性があるので、結構ね、こう一箇所につけると表面張力でね広がっていってくれるんで、そんなにね目いっぱいつけなくてもね大丈夫だと思います。で、まああと正直コックピットの奥の方はほとんど見えなくなっちゃうところなので、まあ、どこまでそれをやるかっていう話なんですよね。こういうね、コックピットのね、ケーキ板の周りとかもね、入れといてあげると結構ね、こうキリッとしますんで。ちょっと一旦乾かしますか。今度ね、その上から、墨入れトリオのブラウンですね。で、これ入れすぎちゃうとね、ちょっとサビがくどくなっちゃうんで、ちょっとね、ほどほどにしときましょう。あんまりちょっとやりすぎるとね、ちょっと目立ちすぎちゃうんで、ほどほどでやりますね。
エナメルの溶剤を使ってね、先ほどの、墨入れした場所をね、余分な汚れを落としていきましょう。でね、これね、あんまり強くゴシゴシやりすぎちゃうと、下地にね、入れてあるアクリルのね、塗装が落っこっていっちゃうんで、ほどほどにやります。ほどほどがいいですね。ゴシゴシやるとね、侵されてね、塗装の面がね、落っこってっちゃうんですよ。で、アクリルってね、塗装の面があんま強くないんで、ほどほどにやりましょう。がっつりやるとね、ほんと落っこってっちゃうんだよ。あっという間に落っこちると思いますよ。なるべくね、横にこすらない方がいいですね。どっちかっていうと、こう、叩いてね、叩いて落とすような感じの方がいいかもしんない。横にね、やるとね、塗装面傷つけちゃうんで。で、これ表面汚れてるじゃないですか。っていうことは、余分なのが落っこってるってことなんですよね。なんで、この叩いて取る方法でもね、十分に汚れはね、取れると思いますので、こう叩きながらね、叩きながら落としていきましょう。結構、いいんじゃない？いいっすね。うまくいったんじゃないですかね。